どうも皆さんこんにちは。おはようございます。私です。今日はですね、今見てもらった通り原宿駅に来ています。コンバースアディクト、チャックテイラー、ブラックハイカットが再販するので、それの並びに来ました。今が8時、9時半ぐらいかな。1時間ちょっと前ぐらいで並びがどんなもんなのかわからないんですけど、ちょっとね並んでいこうかなと思います。一応なんか抽選券とかは書いてなくて、多分先着順で販売される感じなんですよね。それなりに並んでらっしゃるかもしれない。でもね10人もいないですね。私が7番目ぐらいなので、原宿店なので数も多いでしょうし、いけるんじゃないのかなと思います。無事に買えました。私が1時間半ぐらい前に来て、大体前から7番目ぐらいで、開店時間に近づくにつれてですね、人が増えていって、大体3、40人ぐらい最終的には開店のタイミングで並んでたのかなと思います。直営店なので数は多い感じにしましたね。思っていたほど人はなんか並んでなかったような、もうちょっとかなり賑わってわちゃわちゃするのかなとか思ってたんですけど、他のビームスさんとか販路が広いので、そっちに分散したおかげでそこそこの感じになったのかなと思います。一応ね試着もさせていただけたので、待ってる方がいらっしゃる中で時間かかっちゃって申し訳なかったんですけれども、このサイズぴったりですねっていうのが分かって安心して買えたので良かったなと思います。じゃあね、この後は家に帰ってから開封して実物をちょっとね見ていこうかなと思います。はい、帰ってきました。早速ですね箱を出してみてるんですけど、アディクトのいつものちょっとピンク色の高級な箱になってますね。よいしょ。これを開けてみると、このアディクトの説明書ですね、こんな感じで、特別なビブラムソールとか使ってますよっていう説明が書かれています。よいしょ。で実物がこれですね。バババーンとコンバースアディクトのブラックキャンバス、めちゃくちゃシンプルなチャックテイラーのハイカットですね。かっこいい。もうねアンクルパッチのこのプリントとか、このね糊のはみ出しなのかなこれとか、あとはこの小指の当たるところの当て布のステッチとか、あとはヒールラベルが三つ星ですねになってて、一番のポイントはやっぱこのソール裏ですよね。ビブラムソールになっているので、黒なんですよ色も。ここがね一番このアディクトラインの特徴なのかなと思います。かなり耐摩耗性があって削れにくいっていうので、長いこと履いていけるんじゃないのかなと思います。それでもね私このかかとにはなんかちょっと補修用のヒールプロテクターみたいなものは貼ろうかなとは思ってますね。それ以外の部分に関してはあまり過保護にしちゃってもしょうがないんですけど、かかとだけはねちょっと大事に保護していってあげようかなとは思ってます。キャンバスもねちょっと厚めのキャンバスですね。普段のインラインのやつに比べるとしっかりとした CT70 に近いようなキャンバスですね。レガシーに比べると分厚いです。レガシーはちょっと薄めの生地感なんですよね。で紐はね結構太めのコットンシューレースになってますね。CT70 はね細めだと思うんですけど、このアディクトは結構太めのコットンシューレースになってますね。であとはトゥーの形はねこんな感じですね。なんだろうな、CT70 ばっか言って申し訳ないんですが、比べてみると結構ぷっくりと丸めかな、そこまでツンとしている感じではないのかなっていうシルエットですね。定番というか、すごく普通で使いやすそうな、丸みの帯びたトゥーキャップの形になっているのかなと思います。で横から見てもらえると分かるんですけど、レガシーの時ってこっからこう来て、ここでブクッとこう膨れ上がるんですよね、レガシーのソールの形って。でもアディクトは綺麗に平行になっているので、その辺はこっちの方がやっぱり綺麗なのかなと思いますね。満足度は高いのかなっていう感じがします。あとはこれですね、ネームタグを書くところ、これがちゃんと形についてるっていうのもヴィンテージを踏襲してるのかなっていう感じがします。でインソールに関してはこんな感じですね。結構レトロな感じで、このクッションがねついてるんで、かなり履き心地の良さそうな気がしますね。これもアディクトラインの特徴なのかなと思います。 TT70 はちょっと履いてて汚くて申し訳ないんですけど、こんな感じで、かなりねシンプルなキャンバスで、こうスポンジがねついているっていうだけの感じになってますね。いやちょっと本当に汚すぎるな、あまりお見せできないかもしれない
でもこんな感じで、やっぱりアディクトはねかなりこだわったこのクッションがついているインソールになっているのかなと思います。このデザインもねレトロでいいですよね。そんなところかな。ちょっと両足出して見ていきましょうか。はい、両足出してみました。やっぱりねいいですね。これ間違いのない一足だと思います。これはね本当に買っておいて損はないというか、逆に今買っておかないと後々買っとけばよかったなって後悔するようなアイテムになってるんじゃないのかなと思います。いいよな。なんていうんだろう、別に悪いところが何もないという感じで、これでね、2万3000円ぐらいかな。消費税込みで2万3000円ぐらいなので、まあちょっとお高いコンバースって感じの値段設定かなと思います。一昔前だったらすっごい高いなと感じてたかもしれないんですけど、最近はねもう円安のおかげでもう軒並みスニーカーの価格が上がっているので、日本製のコンバースって考えると、その辺の価格が抑えられるのかなっていう感じですね。そう考えるとこのアディクトの良さが相対的にこう上がってきたって感じがしますね。ちょっとねせっかくなんで CT70 とかと比べてみましょうか。よいしょ。ちょっとね今横に私が普段履いている CT70 持ってきました。こんな感じかな、見えるかな。やっぱりね横に並べてみると全然違いますよね。ちょっと左右で比べた方が分かりやすいと思うんでこんな感じで置いてみます。どうでしょうか。全然違いますよね。トゥーキャップの感じはこんな感じで、光沢感からして全然違うなっていう感じがしますよね。でこのやっぱりシューホールの位置が、こっちのアディクトの方はかなり後ろになっているのに対してこの CT70 はかなり前気味についてますね。で、コットンシューレースのこの細さも違いますし、あとはゴムの色とかも違いますよね。あとはこのサイドのステッチですね。アディクトの方はかなりなだらかなラインを描いているのに対してこっちは結構カクッとちょっとコーナーがついているような感じのラインになってますね。あとはこの内側のアンクルパッチですね。これはね私が履いている CT70 は結構後期のモデルなので、革パッチ合皮かな、合皮のパッチになっているんでここは違うかなという感じがします。他にはあとはソールの感じかな。結構こっち黄ばんじゃってるんで比較しようがないかもしれないんですけど、光沢感とか、ソールの厚さみたいなものに関してはそこまで大きな違いはないのかなっていう感じがしますね。で後ろのパッチですね。ちょっとねこっち汚くてもかなり補修しながら履いてるんであれなんですけど、フォントとかね全然違いますよね。こっちの方が星がちょっと太くて文字も太くてっていう感じで、なってますね。こっちのアディクトの方がちょっと線の細いラベルになってるのかなっていう気がします。で糊のはみ出しとかもねないですし、あとはこのステッチですね。かかとの部分のステッチは、CT70 が白ステッチでこっちのアディクトの方は黒ステッチになってます。これはねレガシーとかと同じ仕様なのかなっていう気がしますね。他はどうかな。こうやって実際履いてみた時のシルエットをね見てもらうと、全然こうブラックのラインの入り方とかも違いますよね。 CT の方がちょっとつま先に乗ってきてる感じ、こっちはねもうちょっとサイドに寄っている感じがしますね。でもねやっぱり前にもショート動画でお伝えしたんですけど、どっちがいいとかじゃなくてそれぞれねどっちも違いがあってどっちもいいアイテムだなと私は思いますね。同じような靴じゃんってもしかしたら思われちゃうかもしれないんですけど、やっぱりコンバース好きスニーカー好きの方からすると、どっちもいいよなってやっぱり思うと思うんですよ。 CT もいいしアディクトもいいしレガシーもいいし、インラインのね普通のオールスターもう私結構好きなんですよ。結構持ってて普通のインラインの昔のヴィンテージのやつとか、それもね大事に入ってたりするんで、なんだろうな、クオリティの違いとかヴィンテージにどっちが近いとか満足度とか価格の違いとかいろいろあると思うんですけど、結局ね履いちゃって自分だけのコンバースにしていけばもうそれが正解だと思うんですよね。なんか綺麗事っぽく感じちゃうかもしれないですけど、実際本当にそうで、やっぱりデニムとかと一緒で自分が愛着持って育てていくとこうクタクタになっていくじゃないですか。でそのクタクタ具合がね普通のコンバースとかでもやっぱりインラインでいいモデルいっぱいあるんですよね。最近だとなんかデニムのエイジド
加工がされているやつとかすごい私気になってるんですけど、レガシーのデニムを買っちゃったんで、あれはちょっと我慢してるんですよね。でもあれ普通にステッチとかないですけど、めちゃくちゃかっこいいなと思うんで、なんかレガシーのデニム買えなかった人とかはあっち全然買っちゃっていいと思うんですよね。そんなにねレガシーだからいいとかそういうことでもないと思うんで、インラインでも、こういうハイプなラインでも全然気に入ったものをね、その時出会ったものを買ってあげればいいのかなと思います。まあちょっとねあれこれ語っちゃってあれなんですけど、この後にね実際このアディクトの方履いていってみようかなと思います。はい、履いてみました。どうでしょうか。かなりねシンプルなブラックキャンバスのコンバースなので、そんなにねパッと見ではなんかおっていう感じはしないかもしれないんですけど、見る人が見ればもうやっぱり全然違うなっていう感じがわかるのかなと思います。このねステッチのラインの微妙なぷっくり感というか、あとはこの紐のシューレースの感じとか、全体的にやっぱりなんかしっかりしたいい作りをしているなっていう感じがするんですよね。あとはこうやってちらっと見える後ろのビブラムソールの感じとかですかね。それであの人はアディクトを履いてるんだな、こだわってるんだなっていうのがわかるのかなと思います。どうでしょうかね。わかりやすくちょっとこの半端丈のパンツで合わせちゃってるんですけど、デニムとかにねやっぱり合わせてあげるのが一番かっこいいのかなっていう気はしますね。かなり満足度の高い一足じゃないのかなと思いますね。シューレースの感じも遠目から見てもこの微妙なセールカラーになっていて、で太めなのでねサイドステッチがあるタイプで太めのコットンシューレースを使っている採用しているモデルっていうのが、多分アディクトぐらいじゃないかな。ガシーも CT70 も細いじゃないですか。なので逆にこの太めがね結構いいんじゃないのかなっていう気がします。で替えのシューレースとかはねついてなかったので、これ一択で履いていくことになるのかなと思います。これ履き込んでいったらまたボロボロに汚れていって味が出てきてかっこよくなるんじゃないのかなと思うので、これからが楽しみな一足じゃないのかなと思います。ということで今日はコンバース原宿店にアディクト黒キャンバスを買いに行ってきましたよっていう動画でした。ではねまた何かありましたらどんどん動画投稿していきますので、よろしくお願いします。バイバーイ。